本動画では、リソースで共通するプロパティについてと、リソースのアニメーションについて説明します。まずはじめに、リソース共通のプロパティについて説明します。規定タブのプロパティについて説明します。ターンスピードは、接続しているリソースのその場で回転するときの回転速度を定義します。ムーブスピードは、接続しているリソースの製品を持っていないときの移動速度を定義します。ムーブスピードローデドは、接続しているリソースの製品を持っているときの移動速度を定義します。ムーブスピードアプローチは、接続しているリソースが作業位置へ移動するとき、または作業位置から離れるときの移動速度を定義します。ムーブスピードアボイダンスは、他のリソースが近くにあるときの移動速度を定義します。タイムトゥーアイドルは、アイドル状態がどれだけ続いたら待機場所へ移動するかの時間を定義します。アベイラブルは、選択しているリソースを利用可能にするかを定義します。アベイラブル確認プログラム .vcmx を開きます。ヒューマンをクリックした状態で、シミュレーションを再生します。アベイラブルが無効の場合、リソースは動作を停止します。シミュレーション再生中にリソースの動作を停止したいときに使用します。アベイラブルを無効にすると、新たにタスクが割り当たらなくなります。タスク中にアベイラブルが無効になった場合、そのタスクを完了してから動作を停止します。シミュレーション再生中にアベイラブルを有効にすると、再びタスクを割り当てることができるようになります。次にトランスポートタブについて説明します。トランスポート確認プログラム .vcmx を開きます。プロセスタブ、エディター、製品をクリックします。ヒューマンをクリックして、コンポーネントプロパティウィンドウ、トランスポートタブをクリックします。このタブでは、製品を輸送するときの設定を行います。ラストインファーストアウトは、最後に積み込まれた製品から順に製品を輸送先へ下ろす設定です。この設定が無効の場合、最初に積み込まれた製品から順に輸送先へ製品を下ろします。キャパシティは、リソースが同時に持つことができる製品の最大数です。ラストインファーストアウトとキャパシティは、輸送する製品の種類に問わず適用されます。プロダクトタイプは、トランスポートロケーションやパターンを適用する製品をドロップダウンメニューから選択して定義します。デフォルトエニーは、ドロップダウンメニューに追加されていないすべての製品に適用されます。アッドニューを選択すると、製品ごとにトランスポートロケーションやパターンを設定できます。小ロケーションは、プロダクトタイプで選択している製品がリソースに積まれるときの位置とパターンを表示する設定です。トランスポートロケーションは、リソースに積まれた製品の初期位置の設定です。リソースの原点からのオフセットを定義します。アップデートフロムプロダクトは、リソースが持っている製品の位置を読み取り、選択しているプロダクトタイプのトランスポートロケーションを読み取った値に上書きする機能です。この機能を使う場合、まずリソースに製品が積まれた状態になるまでシミュレーションを再生します。その後シミュレーションを停止し、製品の位置を変更して、アップデートフロムプロダクトをクリックします。現在選択しているプロダクトタイプのトランスポートロケーションが変更されます。デフォルトエニーを選択している場合、種類に関係なく最初に積まれた製品の位置を書き込みます。デフォルトエニー以外を選択している場合、プロダクトタイプで選択した製品の位置を読み込んで上書きします。デフォルトエニー以外を選択して、かつ、リソースにプロダクトタイプで選択した製品が積まれていない場合は、トランスポートロケーションは上書きされません。
Keep Orientation は、製品を輸送するときに、製品の向きを維持したまま輸送する設定です。この機能が有効の場合、トランスポートロケーションや輸送先のプロセスでのプロダクトポジションの向きの設定は無視されます。パターンは、トランスポートロケーションで定義された各軸の製品の数を定義します。パターンステップは、パターンに沿って製品を配置するときの製品間の距離を定義します。プロダクトタイプで Add New を選択すると、プロダクトタイプに新規の設定が追加できます。プロダクトタイプネームは、直接入力するか、製品の輸送中にシミュレーションを停止して、製品をクリックすることで設定が追加できます。すでに存在するプロダクトタイプネームを入力して Add Location をクリックした場合、上書きはされず、代わりに、すでに存在していたプロダクトタイプネームをプロダクトタイプに設定します。トランスポートタブの説明は以上になります。最後に、ヒューマンのアニメーションについて説明します。アニメーション確認プログラム .vcmx を開きます。プログラムタブに移動し、ヒューマンをクリックします。ヒューマンには、作業ステートメントでの作業や、製品を輸送するときの歩行などのアニメーションがロボットプログラムとしてあらかじめ定義されています。プログラムタブのプログラムエディターから修正することができます。命名規則に従って定義すれば、オリジナルアニメーションを追加して使用することができます。ツールを使用せずに製品を輸送するときのオリジナルアニメーションを設定する場合、プログラム名は製品タイプ名アンダーラインピック、製品タイプ名アンダーラインプレイス、製品タイプ名アンダーラインウォーク、製品タイプ名アンダーラインスタンドになります。例として、ボックスという製品の輸送のアニメーションを設定する場合、プログラム名をボックスアンダーラインピック、ボックスアンダーラインプレイス、ボックスアンダーラインウォーク、ボックスアンダーラインスタンドとする必要があります。シミュレーションを再生します。ボックスを輸送する際に、ボックスアンダーラインで定義したプログラムが実行されます。ツールを使用して製品を輸送するときのオリジナルアニメーションを設定する場合、プログラム名はツールのコンポーネント名アンダーラインウォーク、ツールのコンポーネント名アンダーラインスタンドになります。ツールのコンポーネント名アンダーラインピックやツールのコンポーネント名アンダーラインプレイスは定義しても使用されません。ツールのコンポーネント名の代わりにツール名の一部の文字列を設定することができます。例として、パレットジャックナンバー1とパレットジャックナンバー2を使用して、製品を輸送するアニメーションを設定する場合、プログラム名はパレットアンダーラインウォーク、パレットアンダーラインスタンドなどにできます。今回の場合、パレットジャックナンバーにアンダーラインウォーク、パレットジャックナンバーにアンダーラインスタンドを定義しています。シミュレーションを再生します。パレットジャックナンバー2を使って製品を輸送するときに、パレットジャックナンバーにアンダーラインで定義したプログラムが実行されます。ツールを使用せずに、作業ステートメントのオリジナルアニメーションを設定する場合、プログラム名は、プロセス名アンダーラインワークになります。例として、プロセスナンバー1の作業ステートメントのアニメーションを設定する場合、プログラム名はプロセスナンバー1アンダーラインワークにする必要があります。プロセスタブ、エディター、プロセスをクリックし、プロセスナンバー1をクリックします。プログラムタブに戻り、ヒューマンをクリックします。シミュレーションを再生します。ツールを使用しないワークステートメントが実行されるとき、プロセスナンバー1アンダーラインワークが実行されます。ツールを使用して作業ステートメントのオリジナルアニメーションを設定する場合、
プログラム名はツールのコンポーネント名アンダーラインワークになります。ツールのコンポーネント名の代わりにツール名の一部の文字列を設定することができます。例として、パレットジャックナンバー1とパレットジャックナンバー2を使用して、作業ステートメントのアニメーションを設定する場合、プログラム名はパレットアンダーラインワークなどにできます。今回の場合、パレットジャックナンバー1アンダーラインワークを定義しています。プロセスタブ、エディター、プロセスをクリックし、シンクをクリックします。プログラムタブに戻り、ヒューマンをクリックします。シミュレーションを再生します。ツールを使用するワークステートメントが実行されるとき、パレットジャックナンバー1アンダーラインワークが実行されます。以上で、リソース共通の設定やアニメーションの設定について指導を終わります。ご視聴ありがとうございました。